こんにちは、トラベルライターのゆりえです。今回の動画ではずっと憧れていたエミレーツファーストクラスの搭乗機をお届けします。新型の機材ボーイング777とエミレーツを象徴する2階建ての機材エアバス380、2つの機材に登場しました。機内の様子やサービスなどの比較ができる動画になっています。動画の最後には航空券をお得に発見した方法、実際にかかった金額なども公開していますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。それではスタート。今回は、初めてエミレーツのファーストクラスに乗って向かいたいと思います。ドバイ経由で、ひとまずミュンヘンに向かいます。というわけで早速チェックインしていきたいと思います。チェックイン終わりました。エミレーツ久しぶり。JAL のファーストクラスラウンジが使えるみたいなので、セキュリティを抜けて、ラウンジに向かいたいと思います。予約してたブレスレットをピックアップしたので、ラウンジに行きたいと思います。ラウンジでしっかりご飯を食べてしまいました。
やっぱり最後日本食食べたくなっちゃいますよね。緊張する。ずっと乗ってみたかったエミレーツファーストクラスなので、とっても緊張してます。機内の BGM が権利的に引っかかる可能性があるので、機内の様子はアフレコでお届けしたいと思います。まずは羽田からドバイまで11時間50分の空の旅。今回の座席は進行方向向かった左サイドの最前列 1A です。ファーストクラスの座席は111の全6席。 CA さんはこの機材をゲームチェンジャーと呼んでいました。ボーイング777にも種類があるようで、新型機の一つとのことです。一番の特徴はドアを閉めると完全個室になる点です。メルセデス・ベンツの S クラスから着想を得た座席の設計も、注目したいポイントです。座席のポジションは手元にあるタッチパネルからも操作可能です。機内持ち込みのキャリーケースを収納する棚も個室内にあります。内装はシックで落ち着いた雰囲気で、個人的にはもっとギラギラしたインテリアを想像していたんですが、いい意味で期待を裏切られました。座席の隣にはクローゼットがあり、ここにも荷物を収納することができます。ちょうど今 CA さんに操作の説明を受けているところです。パジャマは S サイズ、スリッパと着替えを入れる布製のバッグも一緒に渡されました。真ん中の席にはバーチャルウィンドウが導入され、景色を楽しむことができます。ちなみに隣は空席でした。ウェルカムシャンパンはドンペリ、2013年のヴィンテージです。デーツというフルーツの、ドライフルーツが配られました。デーツに合わせてアラビックコーヒーも、いただきました。アラビックコーヒーは味が結構薄めで麦茶のような感じの味がしていました。ブーツが窮屈だったので早速スリッパに履き替えます。
温かいおしぼりをいただきました。日本風のおもてなしですね。座席に座って改めて上を見てみると結構天井が高いのが分かります。機内紙とセキュリティインストラクションはクローゼットの中にありました。モニターの両サイドにはミニバーを完備。左側はお水と炭酸水。保冷機能がないので常温になっています。右側にはスナック類がきれいに収納されています。これも自由に食べることができるそうです。You say you don't wanna get in trouble, that you doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever. はい、離陸しました。引き続きドリンクはドンペリオ、オリーブも一緒にいただきました。To be scary, you just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. 機内の Wi-Fi はファーストクラスでは無料で利用することができます。SNS やメッセージを利用する分には十分でしたが、動画は地上でダウンロードしておいた方がいいかなという印象でした。分厚いメニューを出されたので中身をチェックしてみます。メニューの前半はドリンクメニューでした。カクテルや日本酒なんかもあって、ワインは別にリストがあるそうです。ウイスキーやハードリカーも種類豊富です。冬用のメニューは深夜便なので軽食がメインですが、キャビアが一番上にあるのを発見しました。次のページは朝食のメニューです。ムービースナックという手軽に食べれるお菓子だったりとか軽食もあるみたいです。渡されたもう一つの冊子はワインリストになっていました。1ページ目はシャンパン、2ページ目が白と赤、最後のページにデザートワインまであり、ワインは全部で12種類から選ぶことができました。右手にある小さな画面では照明と温度の調整、座席のポジションまで動かせるようです。というわけでせっかくなので映画を見ようかなと思います。クローゼットの中にヘッドフォンが入っているようです。ヘッドフォンはイギリスのブランドのバウアース&ウィルキンスという、ブランドのものでした。高級感があってかっこいいデザインです。そうこうしているうちにオーダーしたキャビアが運ばれてきました。テーブルのセッティングがもうすでになんかレストランみたいになってます。
ビアこんな大量に見ることってなかなかないですよね。キャビア用の貝でできたスプーンも渡されました。これで食べるみたいです。このミニパンケーキみたいなのは調べてみたところブリニというそば粉でできたお料理みたいです。中東のエアラインって機内エンターテインメントがすごく充実しているので、せっかくなので映画を見ながらお食事を楽しみたいと思います。エンドレスでシャンパンが継がれるので、これで何杯目かちょっと分かんないんですけど、多分5杯ぐらい飲んでると思います。お食事も終わったので搭乗時にいただいたパジャマに着替えたいと思います。お手洗いはこんな感じになっています。このパジャマはお土産として持ち帰っても OK とのことで、柔らかい生地で着心地もとても良かったです。寝る前に歯磨きもしておこうと思います。パジャマと一緒に配られた布製バッグには着ていた服を入れておけるので便利でした。着替えている間に座席がフルフラットのベッドになっていました。よく考えたら完全個室になるので、座席の扉を閉めていたら中で着替えることもできたかなと思いました。機内持ち込み用のスーツケースを収納できる場所が個室内にあるのでとても便利です。搭乗時にもらったポーチの中身を開けてみます。小さい袋の中に入っていたのは立派なミニミラー。これブルガリの、プロダクトです。海外っぽいパッケージのこのピンクのはデオドラント。巾着の中身はまたこれも全部ブルガリのプロダクトで、フレグランスとウェットティッシュ、あとは顔用の乳液で、もう一つ同じ、パッケージのものでボディ用の乳液で、最後が、ミニサイズのリップバームも入っていました。他にはティッシュ、あとは髪用のブラシ、あとは歯ブラシのセット、高級感のあるレザーのポーチもブルガリの製品でした。メイクを落としていきたいと思います。機内では基本的に拭き取りタイプのメイク落としを使います。センテリアン24のマデカクリームで保湿をしていきます。アイクリームはポーラの BA のものを使っています。ブラシは持参していてアッカカッパのものを、使っています。年末に日本で買って名前まで刻印してもらいました。機内が乾燥するのでリップはマストです。ケレルの高保湿のものをリピして使っています。普段スマホの充電はタイプ C を使ってるんですが、未対応の機材も多いので機
機内用の、ケーブルは USB を使っています。扉は手動で開閉するタイプです。実際に閉めてみます。大きいドアなので地味に重いです。ドアが天井まで届いているので完全に個室にすることができます。機内で外したジュエリーはケースに入れて保管します。何度も紛失したことがあるので最近は必ず入れるようにしています。寝る前に韓国で買ったむくみ防止のサプリを飲みたいと思います。お湯に溶かして飲むタイプなので、CA さんにお願いしてお湯を持ってきてもらいました。これ味自体は全然美味しくないので最後水を飲んでごまかします。ミラーの下にはスキンケアセット、ペン、ノートが入ってます。スキンケアセットはスウェーデンのフレグランスブランドバイレードのものです。コンタクトを取ってそろそろ横になろうと思います。この白いブランケットがすごいふわふわで、このブランケットはボーイング777の機材限定なんだそうです。これ結構映像を見ててもわかると思うんですけど、かなり揺れていて結局寝つけなかったので映画を見ることにしました。中東の航空会社って映画の種類がすごい多いですよね。結局迷ったんですけどジョン・ウィックの4を見ることにします。映画を見ながら寝落ちしてしまって5時間ほど爆睡しました。朝食は気になっていたシュリンプカクテルとフレンチトーストをお願いしました。盛り付けもなんかレストランみたいな感じですごいおしゃれです。もちろん朝から、アルコールもオーダーしました。フレンチトーストにはなんかリンゴのこれジャムみたいなのが乗ってて、これも美味しかったです。そろそろ到着するので、準備をしたいと思います。まずはメイクから。ドバイでのトランジットが地味に長いので軽めにメイクしていきたいと思います。シエさんに箱入りのチョコをお土産にいただきました。
はドバイからのフライトを1本遅いのを間違えて取っていたようで、9時間ほどトランジットがある予定です。動画の後半ではドバイのエミレーツファーストクラスラウンジの様子と A380 の搭乗機をお届けしていきます。ドバイ国際空港に無事到着しました。人生初のファーストクラスだったんですが、異世界すぎて感動の連続でした。飛行機を降りたところでエミレーツの地上職員の方が出迎えてくださいました。ラウンジまで案内してもらえるようです。セキュリティチェックもプライオリティでサクッと通過することができてとっても助かりました。ドバイに到着しました。飛行機を降りたらなんか係の方が、ラウンジまで案内してくれました。ファーストクラスラウンジなんですけど、とりあえずシャワーを浴びたくて今シャワールームを探してます。シャワーを浴びてきました。さっぱりした。フライトがね、あと9時間後、8時間後ぐらいなので、ドバイに上陸してもいいかなと、入国してもいいかなと思ってたんですけど、ドバイコネクトっていうのが登録できなかったのと、仕事が溜まってるので先にそれを済ませてから、ちょっと空港を散策でもしようかなと思ってます。コーヒーだけ飲みました。美味しい。こんなのさせるんだ。
want to stop, you can stop maybe.今ドバイの時間で3時半になったんですけれど、ドバイからミュンヘンに行く、フライトの搭乗がもうすぐで始まるところです。羽田からドバイまでは、ボーイングの777、ドバイからミュンヘンに行く、フライトは、ずっと乗ってみたかったエアバスの380の2階建ての飛行機になります。はい。楽しみすぎて今もうすでに緊張してるんですけど、はい。というわけで2階に搭乗できるのでとっても楽しみです。そろそろ、ボーディングなので、ゲートに向かいたいと思います。Thank you. Okay. まさかのファイナルコールでした。はい、念願のエミレーツファーストクラスエアバス380です。座席は1の系、進行方向向かって右側の、一番前の席になります。Offer you anything to drink? Maybe you would like some Dom Perignon? Yes, please. Yes, of course. Which size do you prefer? You I think medium. medium? Perfect. ウェルカムドリンクはもちろんドンペリをいただきました。内装の中東らしい雰囲気っていうのは A380 の方が前面に出されているように感じます。1便目のフライトと同様にパジャマセットとスリッパ、あとは布製の袋をいただきました。デーツとアラビックコーヒーも配られました。
日本ではあまり馴染みのないフルーツ、デーツなんですけれど、味の感想は見た目は結構地味なんですけど、黒糖っぽい優しい味がして美味しかったです。スーツケースは別の空いてる席で保管していただけることになったので、足元もすっきり広々使うことができました。パジャマは個人的には緩い方が好きなので、今回は M サイズをお願いしました。A380 では機内でシャワーが浴びれるんですが、シャワーの希望時間を聞かれたので、着陸前にというふうにお願いしました。離陸前にグラスや置いてあったバスケットなど回収されます。離陸するときこれどうするんだろうって勝手に心配していたんですが、ちゃんと回収していただけました。ちょうど着陸してくる飛行機が見えました。すごい迫力です。A380 は2階建てなので、車高というか窓からの景色がかなり視点が高くなるのも印象的です。サービスが始まる前に座席周りを一通りチェックしていきたいと思います。このタブレットではこのエンターテインメントだったりとか、これは映画、すごいいっぱい種類があります。あと到着地のインフォメーションなんかも見えるようです。このモニターの下にも一通りボタンがついていて、このボタンの一番右端かなを押すとカーテンの開閉ができました。手前のボタンを押すとテーブルが飛び出してきます。で、奥のボタンを押すと可動式のミニバーが上がってきます。スナックなんかも一緒に入ってますね。でこのミニバーは、保冷機能がついてないので常温になります。ミラーを開けると、バイレードのスキンケアセットが入っていました。左手の引き出しはノートとペン、あとノートは革張りで高級感のあるデザインがとっても素敵でした。でヘッドホンはイギリスのブランドバウアース&ウィルキンスのものが置かれていました。はい、この革張りの表紙
を開けるとメニューが入っています。前半はドリンクメニューになっていて、昼の便なので軽食以外にメインコースまであるようです。どれもアラカルトでオーダーができます。ワインリストはシャンパンからスタート。ドンペリは2013年のヴィンテージ。白ワイン4種類、赤ワイン5種類、デザートワイン、ポートワインが1種類ずつ。エミレーツファーストクラスでは Wi-Fi は無料で利用することができます。モニターの下にはコンセントを挿すことができる充電ポートもありました。座席右の肘掛けを開けるとリモコンが出てきました。これでも画面を操作したりすることができるようです。左側の肘掛けを開けると、これは多分小物入れかなみたいな、ちょっと謎の用途不明の溝がありました。とライトはボタンで調整することができます。後で気づいたんですが、タブレットの横にストレージもありました。すごい電気がつく。後ろにも荷物や寝具を置くエリアがあります。肘掛けのボタンでリクライニングの調整やドアの開閉もすることができました。バスケットの中にはチョコやナッツ、ミント、あとはビタミンのタブレットみたいなのが入ってました。ブランケットは座席奥のスペースに入っていました。小腹が空いたのでミニバーガー、スライダーっていうのかなをオーダーしました。2個、来たのでちょうどいいサイズ感で良かったです。この機材ではビジネスクラスとファーストクラスが2階にあって、CA さんがビジネスクラスにあるバーにも案内してくださいました。これはなんかね、自由に食べていいよみたいなやつでした。でもちろん頼むのは SATC の定番カクテルコスモポリタンをいただきました。エミレーツといえばこのキラキラ光る天井が有名ですよね。星空みたいでとっても綺麗でした。カクテルは座席でゆっくり楽しみました。ずっとお酒を飲んでるからか、CA さんが気を使っておつまみを持ってきてくださいました。
甘いもの食べないんですけど、美味しいから1個だけでいいから食べてみてっていう風におすすめされたチョコがすごい美味しかったです。でもらったジャイアントコーンなんですけど、手が止まらなくなるような癖になる味でした。たまになんか様子を見てくれる担当以外の男性の CA さんがいたんですけど、その方がすごい面白くて、全然ご飯食べてないじゃないみたいな、もっと食べないとみたいな感じでいろいろ勧めてくれて、なんかおばあちゃん家に久しぶりに遊びに行ったみたいな、なんかそんな状況でした。なんか日本人だっていう風に分かってるので、日本のものが好きかなと思ってと言って枝豆を持ってきてくださいました。ファーストクラスで枝豆とドンペリってなんか面白い組み合わせですよね。スリッパに履き替えてシャワーに行く準備をしたいと思います。はい、ここがシャワールームです。誰もシャワーを使ってないときは通常のお手洗いとして利用することもできます。配ってもらったアメニティとは別にシャワールームにもシャンプーだったりとかコンディショナーだったりとかも置いてありました。すごい広いですよね。ちょっとぐるっと一周撮影してみます。シャワールームの利用は予約制なので、予約のその時間の前に CA さんがバスマットを引いたりだったりとかアメニティを置いたり準備をしてくれていたようです。シャワールームの利用時間は1人30分というふうに決まっていて、シャワーのお湯が出る時間は5分間です。このメーターであとどれぐらいお湯が使えるのかっていうのが分かるようになってます。早速シャワー浴びてみたんですけれど、急に飛行機が揺れたらどうしようとか、なんかちょっと不安になりながらシャワー浴びてました。この足元が床暖がついていてとても暖かくて、裸足でこうやって歩いた時に気づきました。はい、シャワーから戻ると座席にはお水とフルーツが置かれていて、座席もフルフラットになっていました。このミニサイズのフルーツの盛り合わせが結構美味しくて、いちごとかキウイとかいろいろ入ってました。でメニューを見てずっと気になっていたモロッカンミントティーという
お茶を頼んでみました。ドアを閉めて個室にしてみたいと思います。ボタンを押すことで自動でドアは開閉できるようです。扉は閉まるんですけど、上の部分は開いてるので個室というか、半個室にすることができます。早速じゃあモロッカンミントティーいただきたいと思います。ミントの香りが爽やかでとっても美味しかったです。バイレードのアメニティを開けてみたいと思います。トナーにアイクリーム、ウェットティッシュ、スリープオイル、ピローミストが入っていました。早速枕に振ってみたいと思います。座席を倒して少し横になろうかなと思います。横になった視点からの景色はこんな感じです。こうやって改めて見るとやっぱり広いです。時差ボケするといけないので、ミュンヘンまではなるべく寝ないようにしていました。到着前に CA さんがチョコをお土産でくださいました。とても美味しかったので嬉しいです。すごいいっぱい入ってた。最後に今回のエミレーツファーストクラス航空券購入方法と価格についてもご紹介したいと思います。今回は羽田からミュンヘン、ドバイ経由で片道購入しました。帰りはヨーロッパからアメリカに戻る予定なので片道の購入となっています。ファーストクラス片道正規料金だと113万5580円、100万円を超える航空券を、私はキャッシュで購入することは到底できないので、今回の航空券はクレジットカードのポイントとマイルを組み合わせた方法で発券しています。私はアメリカ在住なので日本で全く同じ購入方法ができるかというのはちょっとわからないんですが、参考までにお伝えできればと思います。アメックスのサインアップボーナスと利用時に貯まった MR ポイント15万ポイントをすべてエミレーツのスカイワーズポイントに変えました。米国のアメックスのポイントは 1MR ポイント1スカイワーズポイントに変換することができます。エミレーツの場合、特典航空券であっても燃油サーチャージや手数料などは支払う必要があるのですが、今回私が支払った金額は合計で12万8940円でした。約13万円でファーストクラスに搭乗できたと思うとかなり破格だと思います。ちなみに日本のアメックスのサイトをチェックしてみたところ 2000MR ポイントが1000マイルになるそうです。
昔は JAL のマイルでエミレーツのファーストクラスの特典航空券も発券できたそうなんですが、調べてみると今はエコノミーとビジネスは発券できるけどファーストクラスは発券できないとのことです。そうなると日本もアメリカと同様にクレジットカードのポイントを交換するのが現実的かもしれません。この後パリとウィーンに行くのでどちらかのフライトを取りたかったのですが、特典航空券は満席だったのでミュンヘンに一泊することにしました。実はミュンヘン行きも前は満席だったんですけれど、どこかのタイミングで座席が開放になり、今回なんとか予約を取ることができました。満席であってもこまめにサイトをチェックしてみると予約が取れることもあるというのはとても勉強になりました。はい、ミュンヘンに着きました。いや、さすがに今もう日本が夜中なのでめちゃくちゃ眠いんですけど、時差ボケ防止でなるべく寝ないように頑張りました。寒いかも結構。さて、入国の、エミグレート決定ホテルに向かいたいと思います。なんか荷物がどんどん増えていっちゃって、アメリカに取り返そうかな。よいしょ。はい。